あなたならどうしますか？天国にいるあの人と話ができるとしたら、そんな不可能を可能にする男、それがスピリチュアルカウンセラー江原弘之。2007年冬、江原の奇跡が悲しみに暮れる人々を救う。愛する我が子、そのかけがえのない命を奪ってしまったのは母親だった。あの子は自分を恨んでいるに違いない。永遠に消えることのない後悔の中、幼い我が子が告げる思い、それはとにかくお父さん来るまで亡くなるってことを示すことができなかったの。自分自身の生まれ変わりだとしてもですよ、自分の身代わりの人生にさせないでほしい。些細なことですれ違う夫婦。明日もいて当然だった夫は突然自ら命を絶ってしまう。自分を責め続ける妻、その手を亡き夫へ差し伸べるとき、家族は幸せだったあの日に帰る。その苦しみの中にいても伝えたいんだと思う。主人に言ってください。それは一緒にいた時は全然気づかなかったんですけど。だってあそこ電柱のところにいるからさ。一緒に帰ろうよ。突然言ってしまったあの人から残された家族へ、江原が伝える亡き家族からのメッセージ。その声なき思いが伝わるとき、壊れかけた家族の絆に奇跡が起きる。愛する人よ、もう一度。江原弘之スペシャル、天国からの手紙、亡き家族からのメッセージ。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは。さあ始まりました江原弘之スペシャル、天国からの手紙、亡き家族からのメッセージ。船子さん、今年1年はね、すごくなんか暗いニュースが多かったような気がするんですけどね。だからこそね、この番組、ご家族皆さんでご覧になっていただいて、家族の絆、いろんなことについて話し合っていただけたらなと思いますね。さて今回も本当にたくさんの方からご相談をいただいたんですが、それも全てこの方の奇跡を信じたからではないでしょうか。スピリチュアルカウンセラーの江原弘之さんです。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の大きなテーマみたいなものってあるんでしょうか。そうですね、皆さんは家族のことをどれだけ理解していますかっていうことだと思うんですね。理解しているようで理解していない、また何かが起きた時にそのことに気がつく。ですから今日取り上げられるね、ご家族見て、他人事じゃなくて自分のお家は本当に自分の愛する人たちのことを理解できてるだろうか。一番近いだけにね、そう分かった気になってるかもしれないですよね。そして本日もたくさんのゲストの方に来ていただいております。よろしくお願いいたします。杉浦君と千春はもう、2人ともお母さんでありお父さんである。そうですね。僕なったばっかりですからね。生まれる前と生まれた後と、こう実感というか責任の考え方そのものが変わりますよね。なるほどね。すごいですね。本当のヒーローに変身したかのように。幼い頃に父を亡くし、早く家庭を持ちたいと夢見ていた夫。しかし永遠に続くと思っていた幸せは突然絶たれてしまった。愛する夫を襲った原因不明の事故。夫はなぜ死ななければならなかったのか。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。長崎県の中山園江さんが結婚したのは今から3年前。幼い頃に父親を亡くした夫直俊さんは早くに家庭を持ち、父親になることを夢見ていたといいます。父親を早くに亡くしたんで、やっぱり自分が守ってやらんばいかんみたいな、本当に小さい時から優しい子です。そして平成17年、長男の優雅くんが誕生。直俊さんは愛する家族を守るため
今まで以上に懸命に働きました。優しい夫と可愛い息子、若くして母となり不安もあった園江さんでしたが、直俊さんの優しさに不安もすぐに喜びに変わりました。しかし悲劇は目前に。なあ園江、なん俺が死んだらどうする？はあ、突然なんよと。なおが死んだら生きていけんよ。私も優雅も赤ちゃんも。そっか。俺がいなくなったら死んだらどうするみたいな、なんでそんなこと言うのかなっては感じましたね。運命の日。今日は遅いと？うん、現場までこいつで2時間かかるけん。そっか、気をつけてね。うん、行ってきます。これが園江さんが見た夫の最後の姿になるなんて、この時誰が想像できたでしょうか。愛する夫を奪った不可解な事故。あの日夫に一体何が。幼い頃に父を亡くし、家族を持つことを夢見ていた夫。そしてようやく手に入れた家族の幸せは永遠に続くと信じていたのです。しかし。もしもし。ああ、俺仕事終わってちょっと友達のところ寄ったんやけど、おらんかったから今から帰るけん。じゃあご飯準備して待っとくね。直俊さんが寄っていた友達の家からは10分もあれば帰れる距離だったといいます。しかし遅いな。30分経っても夫は帰ってこなかったのです。もしもし、なお、今ど。脈はダメです。呼吸は弱くなってます。顔色も悪くなってます。なお、もしもし、なお、聞こえる？なお。もしもし。園江、直俊が事故に遭って。そして病院に着くと、そこには。こんなところで寝とう場合じゃないやろ。赤ちゃんに会うんやろ。早く起きんと。他のとこで寝とる場合じゃないやろって信じられなくて、もう何も考えられなかったです。中山直俊さん、享年21。愛する妻と幼い子供を残し、あまりにも早い旅立ちでした。直俊さんの死因はバイク事故による脳挫傷。あの日一体彼に何があったのか。直俊さんは園江さんに電話した後、通い慣れた道をバイクで帰宅していたのです。その時、バイクは反対車線へそれ、街路樹に激突。現場は見通しの良い一本道。対向車もなく、単独で街路樹にぶつかるにはあまりにも不自然な状況。また警察の調べによると、現場にはブレーキ跡も残されていなかったという。結局よそ見運転が原因となり事故は処理されたのだが、残された家族はその原因に納得できず、あの日から前に進めないでいるのです。そんな不安を後押しするかのように、家族の周りで不思議な出来事が。お母、ありがとうな。直俊、顔を洗ってる時に「お母ありがとうな」って耳元で声がした。さらにやっぱ悔しかったろうなって。結婚してまだ月日も流れてないし、幸せやったとかなんとか、なんでそうなったかを聞きたいです。2人目の子供の誕生を前に突然言ってしまった愛する夫。あの日
夫に何が起きたのか。その事故の謎を探るべく江原が現場へと向かった。妻と幼い子供を残し行ってしまった夫。しかし夫はなぜ見通しの良い道で一人事故に遭ったのか。その不可解な事故の謎を探るべく江原が向かった。亡くなってるねそのご本人自体もやっぱりそういう真相をね伝えたい気持ちがおありなのではないかと。亡き夫が伝えたい事故の真相とは一体。夫が亡くなった本当の理由は事故なのか、それとも。こんばんは。こんばんは。はじめまして江原です。ごめんねちょっとお邪魔するね。奥さんね、奥さんのところご主人くっついてる、いる、ずっといる。後ろからこうやって抱き寄せるっていうか抱きついているっていうかね、だけどもねちょっとね泣き顔なんだね。涙を流しながら妻にずっと寄り添っているという亡き夫。果たしてその思いとは。一番はやっぱりその亡くなった時のその真相を知りたいってことがあるわけですよね、奥さんの中でね。本人も胸がいっぱいになっちゃってるみたいだね。それで伝えたいことがいっぱいあるんだけど伝えられないし、それは奥さんに対してもそうだし、お母さんに対してもそうだし、お子さんに対してもそうだし、中途半端なままだったもんだからね。奥さんは事故の時の細かな様子を知りたいですか？現場とか行くのは辛くない？大丈夫？大丈夫。そしたら彼に詳しく説明してもらいましょうかね。バイバイ。バイバイじゃないね。一緒に行くよ。江原は事故の真相を探るため事故現場へと向かった。強い強いパパなんだけどね、それでもねやっぱりちょっとね寂しいんだね。パパ、僕も行くんだよ。一緒。自宅からおよそ5分で現場に到着。あの日から止まってしまった時間を再び前に進めるために妻は亡き夫の声を求めて事故現場へ。現場に緊張が張り詰める。ガーってなるような感じで、こう行ってバイクだけ先に下にずりずり行って、本人はそこの飛んで木に頭をぶつけて。霊視を始める江原。彼の目にはどんな光景が見えているのだろうか。ちょっと待ってて、なぜか言いよどむ江原。そして再び霊視を始めた。家に帰ると告げた夫はなぜ反対側の街路樹にぶつかるという不可解な事故を起こしたのか。奥さんね結構ねスピード出てましたよ。でかなり速い。何でもはっきり言っていい？奥さんはほらこんなところでね事故に遭うはずもないとかって思うじゃない？自殺とかっていうことも考えてたわけでしょ。だけどこれは事故、自殺ではない。っていうか本人はなぜねこうやってね今回知らせたかったかというと、自分からね死を選んだんじゃないかっていうふうに思われるっていうことを非常に拒んでる。その物体をね避けてる。で簡単に避けられると思うような間からブレーキなんかかけてないの。スッとこういけると思ったの。でそれがバランス崩したの。でそれでそのままぶつかっていってしまったってことなの。だから自分自身もこんなところで何も事故に遭って、それでしかも死ぬなんてっていうぐらいの悔しい思いが強い。直俊さんはバイクで走りながらある物体を避けたのだという。その瞬間バランスを崩し街路樹に激突。江原に見えたもの、それは自殺ではなく
事故だった。その時に早く帰りたかったらしいの。それで早くあなたにも会いたかったのね。でやっぱりあなたに話をしたいことがいろいろあったみたいで、そういうこと言ってた？いつもはもっと5時とか5時過ぎに帰ってくるんで、早く帰ってきてっては言ったんだけど、で僕はその早く帰って会いたかったんだよっていうことをとにかく伝えたいから、自分からその命を落とすとかっていうことじゃなくて、この子とかね、赤ちゃんのためにもね、それこそ自分は一生懸命働いて生きていこうと思ってたんだっていうことを分かってほしいってことなので、どうしてもそういうあなたにとか子供に伝えたいっていう思いでこうやって私は呼ばれてきたんだね。夫は自分で死を選んだのではなかった。あの日の様子を江原から聞き、抱えてきた不安を拭うことができた妻。そしてこの後、亡き夫から愛する家族へ最後のメッセージが。本人はやっぱり一番悔しいのはね、自分から死んだんじゃないかとか思われてることを本人は一番、だってずっといたんだもん。だからお産でも何でも全部見届けてます。一緒だったはずなの。だから自然と気持ちが安らかだったでしょ。すごく軽いお産でしたでしょ。で心細さもあんまりなかったと思うの。だからその誤解っていうのかな、とにかく分かってほしいってなるの。それでいてお父さん一緒にいるの。いますもん。だからお父さんが面倒見てくれてるの、息子。だからやっぱりそこは息子なのね。だから息子さんも心細さとかそういうのはないって。だけどもね、とにかく生還したいの気持ちでいっぱいだったんだって。それで嘘みたいに思うかもしれないけどね、携帯を取ったのは彼ですよ。そうなんですか。すぐなくなってないっていて、やっぱりその電話が奥さんからっていうのはやっぱ分かるわけ。実際にはそのポケット入ってたわけでしょ。で別の人がこう取ってそういうふうにしたわけじゃない。ちゃんとそれを伝えたくて取ってるんだ。病院でずっと涙流してたんですよ、息子が。それと最後にこう手を挙げたんですよね。意識もないのに最後にその気持ちっていうのは何だったのか。だから生きたくないってことだ、そのね、あげるのと同じように電話取るわけ、向こうへ行かない。最後の最後まで抵抗したのね。絶対に死にたくない、愛する家族と離れたくない、必死に生き続けたいと願った夫は妻からの携帯電話を無意識に取る。意識もないほどの渋滞の中、家族への愛が起こした奇跡で、その最後に一番本人言いたかったのは、やっぱり子供のこと、やっぱり子供を残すことはやっぱり一番強く辛くて、今も後ろで言っているのね。で自分も母親の苦労してきてる姿を見てるから、それを同じ思いをさせたくないっていうのがあってね、やっぱりその本人が一番それを知ってきてるわけだよね。で僕聞いててね、すごく感動するな。お母さんにね、これまでね本当に育ててくれてありがとうっていうことをすごい言うんですよ。でいていろいろ働いてで苦労しながら自分を一生懸命育てることだけをね考えてくれたんだっていうことを言ってて、お母さんに本当に親孝行したかったんだ、もっと自由に楽しく暮らさせてあげたかったでそれはね生きてた時にもそうやって言ってるって、これから楽させるぞっていうかね、楽しませてあげるよっていうことを言ってたはずな。言ってたですね。ね、父となり初めて分かった親の苦労。早くに夫を亡くし、女で一つで育ててくれた母の大きさを知った息子は、最後にきちんと言えなかった感謝の思いを伝えていく。まあ奥さんに対してはほとんどね、言葉が合ってないようなもん。本当に愛してたのよ、本当に相思相愛だったね。出会った時からお互いでしかないって思ったんでしょ。彼ももうそれこそあなたにもうぞっこんだったらしいよ。そうだと思います。でしょう。もう本当にその今まで一生分の愛情をそこで育んだんだよね。だから今でもあなたのこと愛してるって。今彼が一つだけ言ってるのは、子供をね
のことだけはとにかく守ってほしいと、だから子供と離れ離れになるとかいうことだけはないようにしてほしい。絶対離れないです。本当はねもっと長く生きて子供と一緒に酒飲みたかったらしいよ。それが楽しみだった。息子がねその成人になった時は必ずねその自分と一緒に誰よりも最初にね乾杯してほしいって、だけど一番やっぱり無念な娘さんだよね。けどもねずっと奥さんと一緒だったでしょ。だから本人は抱いてるつもりなんですよ、奥さんと一緒にいるからずっと。だからちゃんと娘には見えてるはずだっていうの。笑ったりやっぱりする、ただやっぱり寂しいのはその成長とともに分かんなくなるだろうっていうわけ、自分のことね、でもそういうふうに話して伝えてあげてほしいっていうこととね、これはねちょっとお母さんに息子としてのね最後の一つお願いなんですね。彼女がねこの先ね何か新しい道、っていう時には送り出してやってねっていう、その時お母さんがポンと送り出すしかないからって。わかりました。あまりにも早く訪れた別れ。いつしか悲しみを乗り越えそれぞれの道を歩んだとしても、愛する妻が幸せになればそれでいい。それは妻を愛するがゆえの優しさなのかもしれない。でもね彼のお父さん言ってるけどね今ね、それこそねそういうことになったとしてもちゃんとお母さんには子供を会わせに来てねって。それでちょっと話違うんだけどね、お母さんご主人がねもう随分泣かしたと。で苦労かけた。でそれは金の苦労もいっぱいかけた。だからもう自分は償いの日々でしかないと思うって。だからこれからねもう償いとしてお母さんのことずっと見守るって言ってますご主人が。私はそういうのずっと見てるから死んだって人は生きてると思うけど、ここにいないのは寂しいよね。もうそれだからうちの主人だけを、写真を置いて、それでもう息子の写真までやっぱ上げきれんで、なんであんたここに写真でいるのよって、おかしいやろそれ順番が、あんた見てくれるって言うたってやろうっていう。でもそういうことも言っちゃいけないんだね。やっぱ普通本人が一番後ろでなんかおいおいするもん。へえそうなんだ。今彼言ったけど出会った時とかあるじゃない、その前まで別の人がいたんで勝ち取ったらしいよあなたのことを、それなのにこうなっちゃってっていうことをすごい悔しがってる。取らなければ違う人生だったかなって思われたら辛いって。出会えてもよかった。全部後悔とか全くしてない件が安心してほしいです。主人が息子のそばにいてくれてるっていうこともやっぱりちょっと安心しましたし、詰まってたものが取り除けられたかなっていう感じですね。出会えてよかったかどうか聞きたいって。もうそれはもう、子供産めてよかったって思ってるし幸せでしたすごく。共に過ごしたのはわずか3年。突然の悲劇に引き裂かれた夫婦。しかしお互いの思いが再び伝わる時、2人は前に向かって歩き出すのでしょう。大きな愛情をくれたあの人のために。でね、やっぱり皆さん気になるかもしれないけど、その物体っていうのはね、実はやっぱりねその時他の乗り物もあったっていうことです。だからそれを避けたんですね。でも彼も本当に無念だったんだろうなと思って、ね、こう自分に置き換えると本当胸がね張り裂けそうですね。いや僕も昔家に早く帰ろうと思って車にひかれたことあるんですよ。病院で9ヶ月ぐらい
最初生死の境をさまよったんですけども、ただただ両親に対するすまないっていう気持ちだけでしたからね。子供ってこの上ないなんていうんですか、神様からの贈り物だと思ってるんですよね。それをなんかこう今邪険にというか無駄にする方が多い中で、ね、あちらの世界に行かれてもそこまで守ってくださろうとしてる、ね、あの方って立派ですよね。だから私たちがね、でも残念ながらね、その痛みを伴わないとなかなかその学べないっていう悲しい生き物のとこあるんですよね。だからそうでなく、常にこの番組でも言ってるように想像力を持ってね、失って本当に分かる大切な宝っていうのはね、むしろね、そういう悲しみがあったけれども、そこから多くの人たちがむしろ愛する人たちに対する宝だという気持ちを取り戻していただけたら、きっと皆さんの命が大きくこれからも生きることになるでしょうね。そうですね、自らのお腹を痛め産んだ愛する我が子、もしもその命を自らの過ちで奪ってしまったとしたら、あなたはどうしますか？これはあなたの身にいつ起こるかわからない家族の絆の物語。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。高木幸子さんは地元で教師をする夫と2人の子供、実家で花屋を経営する両親の6人家族、そしてその家族の中心にはいつも長女サーシャちゃんの笑顔がありました。泣いてる姿っていうのは全く思い浮かばないぐらいの良い子で、人見知りもしないし。しかし運命の時は突然に。その日から夫は学校のクラブ活動の合宿で3日間家を空ける予定でした。行ってくるからね、サーシャ。まさかこれが愛する娘の最後の姿になるなんて。その日の夕方、ママ、ビデオ見たい。じゃあなんか借りに行こっか。あれ、サーシャは？おう、そこにいるよ。あの子は人見知りがなくていいね。昴生とビデオ借りに行ってくる。そしてあの悪夢が全く見えてなくて、車でボッコンって持ってしまった感触があったんですけど、何をやったっていう。幸子さんは駐車場からバックで車を出し前進させようとした時、近づいてきた娘の姿に気づかないまま車を発進させてしまったのです。事故から3時間後、夫が病院へ駆けつけると。中へどうぞ。嘘だろ。先ほど一度心臓が動き出したのですが、もう難しいかと思われます。もう楽にしてあげてください。サーシャちゃんの笑顔の日々は1年半というあまりにも短く、そして突然に幕を閉じたのです。ごめんね。お前が悪いんじゃないよ。私はちゃんと。もういいって。
もう本当に攻めまくってもらえれば、踏み潰されるほど攻めてくれたらいいのにって、私が償えるものならとは思いましたけど、怒りとか恨みとか全くみじんもなかったですね。ただありとあらゆる場所で彼女が見せた笑顔がこう浮かんでくる。お風呂であり、トイレであり、階段であり、食卓であり。そしてそんな家族へ何かを伝えるように、家の中で不思議な現象が。ママ、サッシュが来てる。もう1歳4ヶ月で亡くなってしまって、ママに惹かれてしまって、どんな思いだったのか、謝ることができるなら私のその気持ちを伝えていただきたいです。わずか1年半でこの世を去った娘。自らの過ちで我が子を死なせてしまったと後悔を抱える母。娘に謝りたい。その母の思いを受け、江原が向かった。いやー、これは厳しいですね。一番愛してる人を自分が殺めたっていうことになっちゃうわけだからね。それはちょうど同じぐらいの年齢ですか。1歳4ヶ月なんですけど、もう見てられなかったですね。もういなくなるってことが考えられないので、残されたグッズだったりお乳瓶だったり全部残ってるわけじゃないですか。それ見るたび辛い思いをされてるんだなと思って。誰にだって可能性があることですから。もちろん明日は我が身ですよ。みんな車に乗るわけだし、車に限らないですよ。たとえ1歳4ヶ月とかであってもメッセージあるんです。私ができることは、確かにその言葉としておじいちゃんもおばあちゃんもみんな会話してませんよね、でも確かにこの子でしかわからないはずだ、家族でしかわからないはずだということを伝えることから、その子を実感してもらうしかないんですよね。愛する我が子の命を自らの過ちで奪ってしまうという悲劇。あの子は今何を思っているのか。その声なき声を聞くために江原が現場へと向かう。この子が何かを伝えきれてないというか、伝えてない。幼い娘が伝えきれていない思いとは一体何を意味するのか。どうもはじめまして、江原と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。とんでもないです。どうぞよろしくお願いいたします。ご注文のところありがとうございます。お邪魔いたします。サーシャちゃんが生前大好きだったものがたくさん備えられた小さな仏壇。江原はその前に座り、家族が見守る中礼詩を始めた。そしてわかりました。母の不注意が我が子の命を奪ってしまうという悲劇。あの子は今も痛みを感じているのか、私を憎んでいるのだろうか。悲しみに暮れる家族の前で江原は行進を始めた。そしてわかりました。順番に申し上げていきますけれども、お子さん自身今日お母さんのところにいらっしゃるんですよ。ただ全く苦しんでもいない。でむしろね、ニコニコ笑ってるのね。事故というかね、その時のことはものすごくその記憶の中ではね、苦しみになってらっしゃると思うんだけれども、でもそれとはちょっと裏腹でね、お子さんの方は皆さんが思うほど苦しんでないと思います。事故の痛みや苦しみを訴えることなく笑顔で母親のそばにいるという娘では、未だこの世に残り家族に伝えたいその思いとは一体。一つ矛盾を感じるかもしれませんから、先に申し上げておきますね。亡くなった年齢からすると、そこまでその本人が物事を主張するってことはある種違和感があると思うんです、けれどもこれはこの子自身の思考、心、性格っていうのはもともとにあるものなんですよ。だから子供さんってみんな生まれてきて、生まれた時から性格ってあると思うんですよ。
ね、この子自身には例えばこの世に生まれる前からの気質というものも持っているから、だからある程度この亡くなった後というのは赤ちゃんらしからぬぐらいの自覚発言ができるっていうかあるんですね。まず皆さんの健康のことを言うんですよ、この子は。で特にお父さん、やっぱりみんなが気丈に振る舞わなきゃいけないっていうのはどっか暗黙の了解っていうか持ってると思う認識としてね、自分の体のこととか管理できないというか言えないというかなるべく表さないようにっていう感じにねなってしまうからね。それではっきり言っていいですか、おじいちゃん倒れちゃうこと心配してるんです。この子がまず一つすっごい大げさなこと言ってごめんなさい、このうちの中でこれ以上しばらくねむやみに不幸があってはいけないってこと言うのね。ねお医者行ってっていうに行かないんですよね。そうとにかく倒れないように、結構切羽詰まってんのお孫さんからすると。それでいてね、お母さん自身いろいろ辛い出来事だったと思うんだけれども、この子はお母さん自身とかね、このご夫妻のもとに生まれたことをとっても喜んでるんですよ。そうです。でね、なぜかというとね、この子特にね、このお父さんのもとに生まれてきたのかな。お父さんの子供になりたくてきた子なんですよ。でこれからちょっと申し上げることはね証明できないから夢物語と思って聞いてください。この子はご主人にとってね前のせいでも親子なんです。しかもいろいろとその時代の事情によって早くに手放しちゃった子なんですよ。それで早くに亡くなっちゃったの。で何を一番悔やんだかっていうとね、見とれなかったってことなんですよ。だからお父さんにちゃんと見とるまで引き取んないんですよ。その前世の思いがあるから。一度途切れたんですよね、その神殿のあれ。でもまた吹き返して、でパパが来てから引き取ったんで。とにかくお父さん来るまで亡くなるってことを示すことができなかったの。だけどしっかりとね抱き寄せてもらったことがすごく嬉しかったって。要するに抱かれることを待ってたと。パパに抱きしめてもらいたかった。生前から父のそばを離れることがなかった娘は別れの間際精一杯の力を振り絞って父を待った。小さな思いが起こした最後の奇跡。それこそお父さん自身に言っておきたいことっていうのは、だって腰のことまで言うんですよ。腰の悪いのもちゃんと治さなきゃいけないってことまで言うの。それでいてお父さん仕事の内容全部変わったって言うんですよ。それでいろいろ責任も重くなって役割変わっちゃって結構大変でなんで知ってんのってか分かるんですよ。でこの子は自分は本当この家族全員になるんだけど、お兄ちゃん含めてなんだけどものすごく愛されたっていう。意地悪はしたことなかったですね。全然ないね。でいてやっぱりすごく心を落としちゃってるらしいんですよ。自分の中に抱え込んでると。なぜかというと口にするとお母さん悲しむから分かってますね。だから坊ちゃんなりに親を愛してるね。兄はその小さな胸の内で妹の死を理解し、母がこれ以上悲しまないようあえて明るく振る舞っていたという。共に過ごしたのはわずか1年半。しかしそこには兄弟の絆が育まれていた。でお母さんはお母さんでね、もうそれからっていうもの働くことでね一生懸命悲しみを紛らわしてね。だけどもこの子がねおばあちゃんにこう言ってるの。またね趣味でも何でもやってって。自分のせいでね、でおばあちゃんもそれこそおじいちゃん支えてね、で一生懸命ここまでやってきてようやく楽になったのにってね。それでねすごく辛いこと言うようだけどいい、はい、どうしてこういうことになったのかっていうのはすごく辛いことだと思うんですよ。けどもねこの子はこう言ってるの。他人によってなるよりも自分自身の母となった人であったら一番幸せだって言ってるの。逆に
そのことを忘れないでほしいってね。でまして憎まれたわけでもない、逆に愛されて愛されて、でこの家族全員から愛されて、それでいて今なおずっと毎日一日たりとも忘れられたことのない、そんな自分がね、逆に言うとなんかこう得して逃げてるぐらいに思ってると、いっぱいの愛情ばっかりをねせしめてこう言っちゃうぐらいね、悪いぐらいに思ってるってことなんですよ。お母さんのせいじゃないのだから切ないんだけど、それはね、この世だけを計りに思ってたら辛いことばっかり。私はこの人生は旅って言ってるんですよね。でやがてふるさと帰る。だからこのお子さんはショートステイだったけど、ね、人生いろいろある。ロングステイはロングステイなりの苦しみもあるし、みんな平等だと思う。でもショートステイだったけど、この子の目的、家族の愛を知るとか、お父さんとかと見とってもらうとか、この子の果たしたいことを、それを果たして帰った。だからそこでね、お母さん自身はとてもその嫌な役回りになってしまったけども、その親子家族というものの絆っていうことをそこで深く学ぶことができたと思う。お子さんはちゃんとずっとそばにねいて、必要な時はですよ来て、娘としてお手伝いもするし見守るからね、それも伝えてっていうふうに言ってます。ずっと見守っている。あの事故から自分を責め続ける母へ送る一生分の思い。たとえどんなに短くても、たとえどんな別れが訪れても、お互いを思い合う親子の絆は誰にも引き裂くことはできない。お子さんがお生まれになるでしょう、そういう悲しみがあると、お子さんが戻ってきてほしいって願うっていうのは、どの親もみんなそうだと思うの。同じ思いをしたらばね。ただこの子は逆にその思いを捨ててほしいって言ってるの。たとえ生まれてくる子がね、じゃあ自分自身の生まれ変わりだとしてもですよ、実は違うって言ってるんだけどね、その子はその子の人生だと。この子の人生を自分の身代わりの人生にさせないでほしい。でないとかわいそうだと。成長するたびに、あの子に着せられなかったからこれ着せられるとかね、全部そこ行っちゃうとね、この子が自分が大事なんじゃないんだ、お姉ちゃんが大事なんだ、そうなっちゃう。それを一番恐れてるって。もう一度あの子に会いたい。子供を失った親の切なる思い。しかし亡き娘は自分より生まれくる兄弟の人生を大切にしてほしいと告げる。要するにもう今日もってして悲しみの話題にしたくないの、この子は。一番の幸せってやっぱりこれ生きてても亡くなってても同じだと思うんですけど、毎日思われるっていうのはものすごく幸せなことだと思うんですよ。生きてても誰かがその絶対自分のこと今思ってる、愛してるっていう気持ちを実感して生きるのは一番幸せなことだと思うんですよ。だからその幸せを彼女は伝えようとしてるわけですよ。幸せだったんだって。ああ、もうそれは一番はっきりと自信を持って言えるところでしょうね。お子さんは幸せだったっていうか。このサーシャっていう名前は、字もなんか幸せの3000の少ないって、そんな名前つけなきゃよかったかなとか。そんなの全然関係ない。私は逆に捉えますよ。要するに幸せで3000は涙だと思うの。涙が少ないと思う。この子は泣くことがなかった。泣く必要がなかったから。だから今も泣いてないでしょ。涙が少なくて幸せだって思いません？おじいちゃん本当に体大事にしてくださいね。倒れたりいなくなっちゃったら大変なんだって、このうちは。それの一つにママ文句言ったり戦いでいなくなっちゃうのは困るんだもうこの2人だけがね仲良しの敬遠の中なんですって。あとね、お兄ちゃんの耳注意してあげて。耳とか鼻の要するに
炎症っていうことを言ってる。耳を時々こうやってやってるって言うんですよ。鼻をよくやってるね。鼻血も出すね。鼻血が出る。だからあんまりにもやるようだったらば注意とか、すごい細かいことまであるんだからね。車とか乗るのすごく怖いかもしれないけども、気にしないようにって言っても。そうですか。やっぱり車ないとダメで。でしょ。もう乗りたくないって思ってましたけど。これから子供を育てる上でもとっても必要なんですって。負けちゃダメって。それを乗り越えてって。またそんなことが起きるないってはっきり言ってるから。プラス別のことでも危険な目にママをね合わすことはさせないって言ってるからね。よかったね。お父さんのもとに生まれてきたって八重さんがおっしゃって、確かにね、うるさいぐらいまとわりつく子だったから、もう納得ですよね。本当に幸せだったっていうことなんで、僕は本当に安心しましたね。自分がこの世にいなくなったことよりもみんなを心配してくれて、どこまで世話のかからない子になったんだろうって、だいぶ楽です。ありがとうございます。よかった。一瞬の過ちが起こしてしまった悲劇。大きな後悔と罪を抱える母を亡き娘はずっと見守ると誓った。そしてこの先家族の絆が壊れることはないでしょう。みんなの心にあの子の笑顔がある限り。こんなにちっちゃくてもこれだけ心配、そして思いやりを寄せるもんなんですね。だからね、子供っていうものに対するね認識を改めていただきたいんですよね。子供さんっていうのは肉体が未熟なだけであって、心はみんな誰にも雇ってるのと同じで、表現方法がまだちっちゃいからできないだけで。なるほど。ね、だから赤ん坊だから子供だから分かんないって思うのは嘘。うちも今1歳半ですけど、喋れないですけど、やっぱり私がすごく悲しくて、例えば泣いてる時、笑顔でポンポンって肩を叩いてくれたり、やっぱり分かってくれてるんですよね。でそこでただ一つね、間違ってほしくないのは、要するにお母さんでよかったっていうのはね、自分が死ぬっていうことを殺められてよかったって言ってるわけじゃなくて、他人を恨まないですよ。だったらばもう我が身お腹を痛めて産んでくれたお母さんでよかったと思うと、他人を恨んだりしながら生きていくのも辛いということであってね、そこは誤解のないようにね、していただきたいと思うんです。こういう時代ですからね。そうです。この話を聞けたことによって本当に家族がもうそういうふうに変わらなければいけないなと思うし、でないと誰かが壊れるふうにきっとなっていってしまったと思うから、そう前向きになってくれればすごくいいなって思いました。ね、そこの子供に生まれてよかったって言われたら、お母さんちょっと気持ち楽になったと思うんですよね。やっぱりもう本当責めても責めようがないぐらいの思いだったと思うんですよ。もうその言葉がとても印象的で、優しい夫はずっと家族のそばにいてくれる。妻はそんな毎日が当たり前だと思っていました。しかしあの日、夫は命を懸けて家族を守り、突然言ってしまった。もしもあの人がいたらなんて言ってくれるだろうか。我が子を命がけで救った父が悲しみに暮れる家族に託す言葉とは。千葉県に住む平山めぐみさんは、今から9年前16歳年上の直之さんと結婚。2人の元気な息子にも恵まれ、賑やかで幸せな日々を送っていました。パパ大好きの一言ですね。カチャっていう音で部屋からバーッ飛び出して、もうパパパパって気づかないんですよね。渦中にいるとその幸せにずっと続くと、思ってましたね。今度の休みにどっか連れてくか。ねえ、ゴールデンウィークに海に行かない？バーベキューでもするか。いいわね。しかしこの楽しい思い出になるはずの計画がまさか悲劇を呼ぼうとは。
そして運命の日。パパ、いつまで寝てるの？なんか今日は行きたくないんだよ。どこか具合でも悪いの？海に行く気分じゃないんだよ。何言ってるのよ。海に行こうって言ってたじゃない。そうだよな。行くよ。海に行きたくないって言ったんです。最初起きてこなかったんです、珍しく。その日だけなんですよね。暗い顔して行きたくないって言った時に、なんでもう無理やり連れて行っちゃったんだろうとか、もう悔やんでも悔やみきれないぐらい。海ではしゃぐ子供たちを見ていつもの笑顔を取り戻した夫。ところがこの楽しい時間が一転悪夢に変わってしまうのです。次男のただならぬ叫び声に駆けつけると、そこには海で溺れる我が子の姿が。とその時、夫直之さんが海に飛び込み我が子を助けに向かったのです。父に抱えられ漁師が投げ込んだクーラーボックスに捕まった空くんは岸へと引き上げられました。その胸で息子の無事を確かめためぐみさん。しかし僕はいいからパパを助けて。岸へと戻ってくるはずの夫はなぜか海にとどまったまま。そしてそれから2時間後、めぐみさんが目にしたのは夫直之さんの変わり果てた姿でした。空は助かったよ。パパ、空は助かったよって一言言って、死ぬような人ではないのに未だに信じられないです。平山直之さん、享年50。家族のことを何よりも大切にしていた夫は愛する息子を命がけで救い帰らぬ人となったのです。その父の死は空くんにとってあまりにも残酷な現実でした。空、パパのところにおいで。おいでって言っても来ないし、パパのそばを通る時も見ないし、パパの死を直視できない現実逃避っていう。息子が自分のせいでパパは死んだと思っているので、いろいろ子供たちに言ってほしいなと思いますね。命を懸けて息子を救い亡くなった夫。残された息子は父の死という現実を今も受け入れられずにいる。そんな息子へ亡き父からの声なき声を伝えるべく江原が向かった。ここにいるんですよ今。この肩にこう手を置いてね、よろしくお願いしますって言ってる。すでに江原の隣にいるという亡きご主人の霊。江原を迎えに来てまで残した家族に伝えたいその思いとは。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。命がけで我が子を救い行ってしまった夫。妻も子供もその死は自分のせいだと自らを責め続けていた。そして江原は家族のもとへと向かう。車中江原のもとへ現れたという亡きご主人。
江原を迎えに来てまで家族に伝えたかったその思いとは。はじめまして、江原です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ご主人、もう早速迎えに来てくれたの。そうですか。そうだよ、パパ一緒に来てるって。そして江原は真新しい仏壇の前で静かに行進を始めた。すると今ね、ご主人そこにいる。あそこのお札あるでしょ、上に襖のところ、あそこのとこ今立ってる。ご主人って、この私のこの番組とかご存知だったんですか、もともと。生前。今日ね、やっぱりご主人がね、私をここに連れてきたみたいで、家族に言葉をみんな残さなくちゃいけないと。私もパパに江原さんが何とか来てくれるように、パパからもお願いしてねって言ったの？何度か言ってて、パパに聞きたいことだらけなんだよって、いつも聞いてくれるんです、お願いを。あの事故以来、未だ悲しみに暮れる妻の願いを聞き、ここに江原を導いてきたという直之さん。そして亡き夫には江原を通し、どうしても残さなければいけない言葉があるという。果たしてその言葉とは。今はっきり言えることはね、ご主人は全く苦しんだりとか何にもしてない。むしろこの家族のことだけを思ってる。今度こっちに移ってこっちに座った。生前の席がそこだったので、こっちで話そうって言ってるの。ここに今お父さんいるよ。亡くなった時のそのこと、奥さんもあの時なぜご主人が助かんなかったのかっていうのはすごく不思議でいらっしゃると思う。亡くなるよりも前にちょっと体調が悪くなってたのご存知ですか？ちょっと呼吸の乱れ。実はね、子供さんが助かったということでの安堵感もあるのね。それ見てってよかったっていうのと、だけどその時に起きたのが心臓のどうも発作なの。動けなくなっちゃったんですね。そんな感じで沈んではいったので、だから実際引き上げられてもあまりお水飲んでなかったと。病院の方であまり水は飲んでいませんでしたとは言われました。言われました。だから奥さんはもう息子さんもそうだけども、その海の事故で亡くなった、それがためって思い続けちゃってるから、いや違う、要するにその溺れたんじゃなくて自分自身で戻るだけの体力なかったんじゃないんだと、心臓の方に来たんだと、それを伝えたくって、行けなかったんじゃなくってね、本人はまだ伝えないから行こうとしないね。直之さんがずっと伝えたかったこと、それは死の原因は海の事故ではなく心臓の発作だったというあの日の真実だった。自分のせいでパパが死んでしまったと未だ自分を責め続ける妻と子供の誤解を解くために、ご主人は自分でよかったっていう、まず先に彼がね言ってるのは、本当に自分の人生にとってね、結婚できて、そして家庭を持った、子供を持ったってことが一番の幸せだって、それに対してあなたにありがとうって、でただやっぱりあなたにはこういう思いをさせてね、これから強くいかなきゃいけないっていう立場、それがかわいそうでっていうのね。あなたの夫でもあり、お父さんにもなり、兄弟にもなり、身内になるっていうふうにあなたと約束したっつってんの。そうね、付き合い始めた頃は、昔からお兄ちゃんが欲しかったんだっていう話をして、で結婚してからなんかお父さんみたいだなみたいなところもあって、実は2人だけに分かる話なんだって言ってるの。そう愛する人と出会い、子供が生まれ家族となる、そんなどこにでもある生活がどれだけ幸せなことだったか。やっぱり現実には年齢も離れた夫婦だしね。だからやっぱりそう思うと、いずれ別れが来るし、入れる時間が限られてると思うから、10年だろうが20年だろうがあっという間でね、一日も長く生きて、そして一食でも多く一緒にご飯食べることなんですって。
何もなく一日いられて3食だよって、一生の中で何回家族みんなでご飯食べられるか、そういうことを考える人なの。でもちょっと今後のことでね、気兼ねと罪悪感を持たないっていうことを言ってる。ご主人が残してくれた援助とかそういうのもあるしね。だけどそれをあなたがまた悪いとか、ご主人の命のねなんか代償にねそれを得たところでとかね、すごくそういうことをぐじぐじ考えるっていうのどう？はい、当たってますね。それを気兼ねしない、いいんだってこと。なるべく手はつけたくないので、私じゃなくて使うなら子供たちだと。でも今一番必要なのはあなたなんだって。子供たちにとってお母さんまで失わないようにしておかなきゃいけないって。お母さんも突然あんまり働いたりねしちゃうと両方いなくなっちゃう。心の溝っていうかね、そういうことを埋めるためにもなるべくそばにいてあげてほしいって、そっちの方を彼は望んでるんだって。そうね。夫の死によって残されたお金を使うことを躊躇していたというめぐみさん。しかし亡き夫は妻に必死に働くことではなく、今まで以上に子供たちと一緒に過ごしてほしいと願っていた。心に傷を負った子供たちが母親まで失ってしまわないように。でもね、この期間奥さんの行動は立派だったって言ってるご主人。そうですか。やっぱり自分がこの人っていうふうに決めただけあるって言って、それを奥さんすごい褒め言葉だよご主人。飲めましないのに酒飲もうとか、そういう気なくなってくれるよねって言っててそんな飲めもし無理して飲んでねトイレ駆け込むようなことはい、どっか悪くなったら早くパパのとこに行けるかなっていうのもちらっと。もうなくせるねって、それは。でパパのとこ行けるねって、子供どうするのってこと。はい、そう息子さんはね、あえて何もなかったような雰囲気を出してんだって。でね、あなたがそこで悲しみすぎたら子供さんが一番切ないじゃない。立つ瀬がないっていうの、この必然をね忘れないでね。これは必然なんです、偶然じゃないの。なぜかというとご主人が連れてきてるから、聞いてる見てる、ね、彼はいる、ね、いつもそばにいるよ。子供たちの前では気丈に振る舞いつつも、未だ深い悲しみから抜け出せずにいる妻へ送る亡き夫からのメッセージ。そして命を懸けて守った愛する息子へその思いが伝えられる。お父さんまず言ってるのはね、空くん助けられてよかったってことをすごく言ってる。お父さんもそれが一番嬉しいんだって。でね、はっきり言ったけどね、空くんのためにお父さん死んだんではないって。お父さん自身は姿はなくなっちゃったけど、今でもこの家族守ろうとしてんだよね。お父さん一個だけ約束してほしいことがある。匠くんのことをちゃんと守ってやってねってこと言って。で匠くんって頑固でしょ、言うことなかなか聞かないでしょ。でそれは我慢してるって。でもね、何でも我慢すればいいってもんじゃないよ。自分の主張はしていいんだよと。けども心のね中では常に弟のことを世話していこうって。何かあったら自分がちゃんとこれはいけないよとかいいよとか言ってあげる。そういった意味ではちょっとだけねお父さんの代わりもしてねってね。でこれからもずっと見守っていくからって。どんな時でも助けるってよ。約束したのは何だっけ。弟とかを守る。そう亡き父は幼くても一人の男として認めた息子に家族を託す。その言葉に目をそらさず家族を守ると誓う息子をずっと見守っていると告げる父。そこには永遠に続く親子の絆があった。ご主人ね、一個だけ望んでるものは食べたいもので、アイスクリーム
アイスクリームもそうですね、子供と一緒になってよく買ってきて食べて、食べたでしょ。これはパパの分みたいなので生前アイスクリームが大好きだったという直之さん。その大好物が今彼が座っているという席に置かれ、子供たちと一緒に食べる。ああ、伊原さんの目が欲しい。目が欲しいの？ああ、お父さん見れるもんね。見えるからね。そうだね。お兄ちゃんの言うことを聞いてねってお父さんが言ってるけど、どう？はいって返事は？消えてる。いつもよりは大したことないしてるもん。はい、いつもより大したことない。もっとすごいんですね。だけど階段から落っこった時だけは心配したって。お邪魔した。空が助かってよかったって言ってるっていうのを聞いて、あ、本当にそう思ってくれてるんだなっていうのが分かっただけでもすごい楽しい時間でしたね。あの頃っていうか、生前と変わらないぐらい家族みんなでいた頃の風というか雰囲気というか、そういうのを感じられました。すごく幸せな時間でした。命を懸けて息子を守り抜いた父は今もなお愛する家族を見守り続けていた。その思いを胸に家族は悲しみを乗り越えていくに違いない。しっかり握ったそのぬくもりを永遠に。子供たちの江原さんの目が欲しいっていうのはたまんないね。本当ですね。そんなお父さんの気持ちをちゃんと子供が受け取ってるんだよね。江原さんと空くんが向き合って話してる目がすっごく印象的で、弟を守らなきゃいけないんだっていうことをしっかりとした言葉で言ってる言葉が、もう一人の男としての強さを感じたので、あの家族にすごく一歩こう踏み出す大きな勇気が湧いた気がして、本当に何気ないね、あのお父さんの今日は海行きたくないんだよなっていうのをね、今思えば江原さん本当そういうメッセージってこの番組通しても常にありますよね。でそれをね、ただ一つね、だからあの時どうして助けられなかったって悔やむ方向じゃなくてね、要するにこれは寿命だったんだという知らせの方として捉えていただきたいんです。小さなお店を持とうな。美容師をしていた夫婦のささやかな願い。二人はごく平凡な幸せを求めていました。しかしそんなどこにでもある幸せすら叶えてやれない時、夫の脳裏に最悪の選択がよぎる。もしもあなたならどうしますか？ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やっと夢が叶った。おめでとう。これから2人で頑張んなきゃね。岡山県の谷原美幸さん。6年前夫と共に念願だった美容院をオープン。長男にも恵まれ、平凡ながらも温かい幸せな日々を送っていました。すごく平凡な生活を望んでたので、それでお客さんがたくさん増えたらいいねってずっと話してたんですけど、しかし厳しいな。まだオープンしたばっかりじゃない。これからだよ、これから。新しくオープンした美容室です。新しくオープンした美容室です。よろしくお願いします。夫の必死の努力とは裏腹に4人の子供を抱え、母は家族の太陽でした。しかし母は病に倒れ、家族の前から突然いなくなってしまった。親を失った子供たちを誰が育てていくのか。もしも愛する子供を残していかなければならないとしたら、あなたは何を託していきますか？4人の子供を残し、母は突然の病で行ってしまった。そして残された子供たちを育てるのは、相談者の沢村真紀子さんにはとても仲の良い姉、明子さんがいました。
姉は実家で暮らしており、4人の子供と夫、そして父親と祖母の大家族。近くに住んでいた真紀子さんはよく遊びに行っていました。お父さん一緒に食べへんの？後で勝手に食べるでしょ。またそんなこと言うて、そろそろ許してあげたら？実は姉の明子さんと父親との間にはある確執があったのです。それは今から24年前、母親が他界し父と祖母と暮らしている時のこと。お父さんどこ行くん？どこでもええやろ。子供ははよ寝ろ。どうせまた帰ってこんやろ。私らにお父さんなんかおらんも同然や。当時の父親は家庭を顧みない人でした。子育ては祖母がしてくれており、また姉も母親代わりとして兄弟の面倒をよく見てくれました。お姉ちゃんはもう母親みたいな存在で甘えてました。お父さんも本当外へ出て遊んだりなんかしてたんでね、姉から見ると私たちをほっといてとか、そんな感じもあったと思います。やっぱり自分から謝ってこれから交渉を話しようと言うてやりたかったけども、親子やから口に出してというよりも自然とわだかまりがなくなると思ってね。娘との仲を修復したいと思っていた父。しかし運命は無情にもその願いを叶えてはくれなかったのです。いつもありがとうね。ってうちの子も遊び相手がいてると楽しいみたいやから。マキコ、来月の休みにみんなでご飯でも行こうか。ええな。父さんは4番とかわいそうやから呼んでやろうか。分かった。ほなね。当たり前に訪れる明日を信じて何気ない会話で姉と別れた真紀子さん。しかしこれが大好きな姉の最後の笑顔になってしまう。突然の病でこの世を去った母、その時残された子供は、そして子供たちを育てると決意したのは、4人の子供たちに囲まれ幸せな毎日を過ごしていた明子さん。確執があった父との関係も修復に向かっていたのですが、はい、もしマキ、明子は倒れた。その日の朝8時、実家でいつものように朝の支度が進んでいると、お母さんまたトイレ？長いな。明子、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 どうだしたんや。明子、明子、大丈夫か。ママ大丈夫？ゆうくん、ママ大丈夫やで。あんた救急車呼んで。倒れた時は疲れでも出たんかなと、ママ大丈夫やでっていうね言葉聞いてましたからね。しかしこのままだと容体が急変する可能性があります。延命処置を行いますか。もうやめたってください。そんな苦労をかけてきたわしが言えることじゃないかもしれへんけど、こんな姿で痛い思いさせて、これ以上娘を苦しめんでやってください。もう痛い思いさせて苦しい思いさすんやったらね、もうこのままね生かしてやりたいなと思う。そばについとって顔見とってもなんか涙を流しちゃうようなね、ああこの子はやっぱり子供のこと気になったのかなと思ったりね。山下明子さん、享年34。突然の病でこの世を去ったのです。幼い4人の子供たちを残して、そしてその子供たちを育てると決意したのは明子さんの父和一さんでした。4人の子供たちを
おじいちゃんとひいおばあちゃんが育てるという生活が始まったのです。するとそんな家族のことを明子さんが心配していたのか、不思議な現象が。明子！さらにママ、はい。明子さんが亡くなってから1年半、子供たちは俺が育てる、その言葉通り今も明子さんが暮らしたこの家で4人の幼い子供たちはおじいちゃんの手によって育てられています。長男の清太くんは兄弟で一番の人見知りで内気な性格。次男の烈くんはとってもマイペース。こんなに騒がしい朝なのにこの調子です。三男のゆういくんは一番やんちゃでおじいちゃんの悩みの種。そして末っ子のりこちゃんは唯一の女の子。まだまだおじいちゃんにべったりの甘えん坊さんです。どうすんの？抱っこで抱っこばっかりしとったら何もできない。おじいちゃんは朝から大忙し。元気な4人の子供たちに振り回されるおじいちゃん。バイクおじいちゃんがちょっと目を離した隙に、逃げともうお願い。まだ遊びたいと逃げるゆういくんを捕まえ保育園に連れて行きます。おはよう。子供たちが出かけた後もおじいちゃんに休憩はありません。88歳になるひいおばあちゃんと家事をこなします。実はおじいちゃん、明子さんが亡くなるまで一切家事をやったことがなかったのです。洗濯もお風呂掃除も全てが初めて。今でもわからないことがあると保育園で若いお母さんたちに聞いたりすることもあるのだといいます。女性というものは24時間も待ったなしだからね。それを今自分自身がやってるもんで、この年になって初めてその女のその偉さというものがね、よう分かりました。午後3時、保育園へお迎えの時間。車の免許を持っていないおじいちゃんは3人の子供たちを連れて帰るため保育園と家を自転車で2往復しているんです。ダメで、あかんねん、歩かれへんねん。保育園とか行ってそのお父さんお母さん見とうから、そんなんでなんかねおじいちゃんではあかんのかなと思ったりね。おじいちゃんじゃダメなのかな。自分が孫を育てると決めたその日から時折頭をよぎる不安。しかしそんな心配など子供たちには関係ありません。日を追うごとに成長していく孫たち。おじいちゃんが立ち止まっている暇はありません。ほら落ちるやろ。公園で遊んどったんやん。まあタッチもそらあかんわ。私せえへんわ。あらしょ。元気いっぱいの子供たちとの生活の中でおじいちゃんにはある心配事が。2週間にいっぺん病院行って血圧測ってもうて、ちょっと見てもうて。高血圧の持病があり薬が欠かせないおじいちゃん。62歳の体に4人の子育ては応えます。こっち向いて、こっち向いて。体力もこの頃やったらもうついていけませんわ。子供が20歳になるぐらいまではね、どないしてもね元気でいてやってね。じっとしとかなできないやろ、ゆうくん。兄ちゃんしまってくれんねんて。もうないでしょ。やったる違うの、リコちゃんできない。戦争ですわ、もうお風呂入って。午後10時、おじいちゃんがようやく一息つけるのは子供たちが寝静まった後。時々手伝いに来てくれる真紀子さんとの晩酌が楽しみの一つです。
信じられないですよね。もう私たちもそんな風になんか育てられたことがないし、娘に遊んでやることもしてないし、よそへ連れて行くいうこともしてないしね。だからこの頃にはもう精一杯自分のできる範囲でね、遊んでやったりどこかへ連れて行ってやったりね、それはもうしてやりたいね。この頃の母親にはなられんからね。なんぼだってやっぱりおじいちゃんはおじいちゃんやから、子供をどういうふうに育ててやったらいいのかな、これからおじいちゃんにどういうふうにしてやってくれという、そういうのがあるやろうなと思ってね。でまたその話ができるもんならね、娘と話したいな。亡き娘への償いのために孫たちを育て上げると決意した父へ、そして残された4人の幼い子供たちへ手紙が届けられる。これおじいちゃん大変ですね。今日はですね、その亡くなってしまった明子さんのメッセージを聞くためにですね、ご家族の皆さんがいらっしゃってるんですね。皆さんどうぞお入りください。依頼人の沢村真紀子さんとお父様の井上和一さん、そして亡くなった明子さんのご長男の清太くんです。こんばんは。どうもこんばんは。娘さんとの間に確執と言いますか、まあ、そういうようなもんがあったからね。もうあの子にできなかった分を今子供たちにやりたいと思いましたね。真子さん、今回なぜその江原さんにね、どんなメッセージが欲しいと言いますか。向こうで辛い思いとかしてるんじゃないだろうかって、あと子供たちがやっぱりね、ママの声聞きたいと思うんですよ。この1ヶ月前、江原は亡き明子さんの写真を通し、その思いを受け止めるため更新を始めた。全然いるの、こっちにまだ。行ってなくって家にいるから。未だこの世にとどまっているという母が4人の子供に、そして子供たちを育てている自分の父に残す言葉とは。お母さんにしてみたらば母ですからね、当然だと思いますけども、やっぱり子供のことをね、やっぱり見守りたいという気持ちがあるのと、あとただ一つ心配いらないのは、自分自身のお母さんがしっかりと見守ってくれてるということ。和一さんの奥さん。お母さん自身を失ったということの苦しみがお父さんの人生を狂わしたって言って、どこへその怒りや悲しみをぶつけていいかわからない。だけども今回はこの子たちがいるから、それこそまた自分の人生呪うよりも、やっぱりお父さんの中で逆にお子さんたちを育てることによって自分のまた悲しみも癒してるんだと思うんですよね。奥さんを失われた時も相当辛かったわけですよね。辛かったです。自分のそのやり場のないものがね、外へ出てもってね、家に居づらくなったりね。でもお父さんが今お子さんを見てくれてることを全部分かってます、ご本人見てます。ちょっと手紙でね、ご紹介していただきたいと思うんですが、江原さん今日その手紙持ってきていただいてるんですよね。それではよろしくお願いいたします、それでは船子さんお願いします。じゃあ明子さんに代わって読まさせていただきます。それでは船子さんお願いします。じゃあ明子さんに代わって読まさせていただきます。あの日突然言った母から4人の子供たちへ、そして父へ、その思いが今。真紀子、父ちゃん、そして4人の子供たちへ。みんな今回はこんな風に私からの手紙が欲しいなんて言ってくれて本当にありがとう。私はあれからずっと自分が死んだことを受け入れられずにいました。なんで子供たちを置いて死なないといけないのか、正直今も納得がいかない。私の人生はみんなに言葉を残せるような立派な人生じゃなかった。
だから私がみんなのために残せるものは言葉じゃなくて自分がしてきた間違いです。私の人生の間違いを知ることでみんなには私以上に幸せになってほしい。私は父ちゃんが許せなくて父ちゃんの言うことに耳を傾けたことなんて一度もなかった。でも今思うと父ちゃんが言ってくれた言葉の中には正しいこともたくさんあった。もしあの時父ちゃんの意見を聞き入れていたらもっと幸せな人生を送れたかもしれない。だから子供たちにはちゃんと人の言葉に耳を傾ける人になってほしい。その言葉で大きく人生が変わることもあるんだからね。長男晴太へ。晴太がいつも寂しいって思ってること母ちゃんには伝わっています。ごめんね。晴太はお兄ちゃんとして下の子の面倒を見たりじいちゃんの言うことをよく聞いてくれてるね。そんな姿を見て母ちゃんは嬉しいです。これからもその優しい心を育んでいってね。次男列へ。とっても朗らかでおおらかな列。そんな性格の列は誰からも愛される人になると思います。でもいつも遠慮してたらダメだよ。自分の思ったことは自分の口から言いなさい。このまままっすぐ強く育ってくれること母ちゃんは期待しています。三男優衣へ。兄弟の中でも一番やんちゃでじいちゃんを困らせてること母ちゃんは見ています。でもそれがただのやんちゃじゃないことも母ちゃんは知っています。寂しいからなんだよね。近くにいてやれなくてごめんな優衣。優しい男の子になるんだよ。長女莉子へ。莉子は母ちゃんのことを知らないって言うかもしれないね。母ちゃんはそれがすごく悲しいです。母ちゃんが莉子を産んでどれだけ莉子のことを愛していたかちゃんと知ってほしい。母ちゃんのことを忘れないでね。体を大切に明るく可愛らしい女の子に育ってね。父ちゃん、父ちゃんが私への償いとしてこの子供たちを育ててくれていることを私は分かっています。いつも父ちゃんは私に子供たちのことも教えてくれているし、父ちゃんが私に語りかけてくれてること全部届いてる。父ちゃん、親不孝ばっかりでごめんね。父ちゃん、真紀子、私から最初で最後のお願いです。これから先何があろうとも子供たちをバラバラにすることだけはしないでください。真紀子はわかるよね。私たちは小さい時母親のぬくもりを失って寂しい思いをして育った。でもそれを乗り越えてこれたのは兄弟がいたからだよね。このことだけは何があってもお願いします。間違いだらけだった私の人生に一つだけ胸を張って間違いじゃなかったと言えることがあります。それは子供たちを産んだこと。子供たちは私の宝です。子供たちがいてくれたからこそ私の人生は救われました。こんなに早く手放さなきゃいけなくなったこと、母ちゃんは本当に悔しい。でもこれからもずっとみんなを見守っていきます。だから絶対約束して、道にそれずに
家族みんなで助け合って生きていくこと。みんなに出会えてよかった。本当に本当にありがとう。誰よりも子供たちを愛す母明子より。ありがとうございました。和志さん、これ明子さんからの手紙でした。はい。この子があんだけ子供たちのことを心配してるんで、どんなことがあっても自分がもう育てていく、またそういうどう言ったらいいか分かりませんけどね。妹さんから見るとやっぱお姉さんのお手紙だって実感はされました？もうすごいお姉ちゃんらしいっていうか、もうそう言ったらお父さんの書に出てきました。明子さんね、お父さんと話した時にスッと出てきたの。それでね、むしろね、お父さんのこと心配してて、お父さんこの1年本当は相当体しんどかったらしいですね。あまり無謀な生活しちゃいけませんよってお医者様からも言われてますでしょ。だから今の生活本当はできないです。もし父に何かあれば私がもう見るつもりではいるんですけど、それまでは本当にこのままでいいのかな。だからそのお父さんがどうしても辛い時、その妹さんに手助けしてあげてくれっていうことでね。だけどもお父さんも途中で投げ出すの嫌なんだよ。明子さんと同じ頑固さでしょ。はい。そうですね、もう頑固なところが似てます。だから似た者同士はよくぶつかるって言うけど、自分を見てるんですよね。きっとね、晴太くんが兄弟の中では一番お母さんのことをいろいろ覚えているんだと思うんだよね。だから晴太くんがお母さんのことを弟さんや妹さんに教えてあげてね。はい。お父さんね、さっきね、ほら母親にはなれないっておっしゃってたでしょ。確かにそれはその通りなんだけども、私はこう思うんです。この世の中でね、たった一人でも愛してくれたっていうお子さんは絶対にすくすく育ちます。やっぱり愛されるってことはとても大きいことですから。じゃあね、みんなを代表してお母さんからのお手紙ですからね、これ大事にとってね、で兄弟でみんなでまた読んでください。ありがとうっていう。ありがとうございます。すごい。天国からの手紙、それは永遠に続く家族の絆。近くにいるからこそ忘れてしまうその大切さ。失って初めてどれだけ大事なものだったのかを知った。けれどもあの人はずっと見守ってくれる。その思いを胸にどんな孤独を感じても生き抜いていこう。そう、必ず誰かがあなたを愛してくれている。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。